でも俺はねその質問を見た時に俺は何もない人間なんですよ。無計画野郎なんで何にもないし何もないんだろうなって多分こいつも思ってると思うんですけど、俺は逆にこいつどうするつもりなのかなっていうか、なんかその50で終わりって思ってたやつがそうじゃなくなったわけじゃないですか。10年後何歳 ?40?41? 41? どうなりたいの？その例えばだって写真撮るときにおいどうぞっつってパンプアップしてるやん、うわーっつってやってる人が、それはさだってそのなんつうのゲームを上手くなるとか、そういうことだけに目を向けた人間がやる行動ではないわけじゃない。別に悪い意味じゃないですよ。はい、いや、わかりますわかります。その総合的に一人の、ボンちゃん、その名前どうボンちゃんでいくのかと気になってるんだけど、それはいいや。でそのボンちゃんっていう一人のその、もう全存在をで勝負をしていきたいっていうところはあるわけでしょ、この腕立てしてから写真撮るっていうところには。いやそれはそうですよ。でしょ。だから、だからそれはだから10年後はどうなりたいのかなっていう。いやなんかこの業界、言っちゃえばなんかまだ引退した人いないわけですよ。その年齢が原因で。大貫さん忘れんじゃねえぞお前。お星様になったみたいな言い方してお前絶対許せないじゃん。全然思ってないし。侮辱しすぎて前。じゃあ分かりました。もっと限定的にします。梅さんが引退してない限り、まだその上限はないわけですよ。梅さんがいわゆる現役をじゃあ引退しましたでもしなったら、じゃあ45歳で辞めたとしましょう、プレイヤーを。したらやっぱ一種の区切りですよ、絶対その年っていうのは。だって一応元祖だからな。そう元祖だし、まあ俺らの界隈だとでも佐古さんぐらいだもんね、年上なのは。そのスト5でなってるのはね。例えば、アレックスがいい。はいはいはい。アレックスってそもそも現役感出してないじゃないですか、あんまり。裏方で一応まあプレーもするけど、つまりそういうことじゃないですか。その別方向に裏方側に行くっていうか、プランとしてはあるのかなって話しますよね。なんかその10年後って現状だから梅さんがプレーしてるのかもわからないわけですよね。で、その俺は生涯現役でいたいみたいなのはないんですよ。その何をするにもゲームをしてたいっていうのはまあ正直ない。だから多分梅さんなんかはずっとプレイヤーでやっていきたいと思ってるだろうし、そのね運営に回るみたいなことは多分現時点で思ってないとは思うんですけど、回りたいみたいな、そういうのってないよね。運営に回りたいと思ったことはまだないね。俺はなんかもう、まあ、この業界でやっていこうってもう決めてはいるので。じゃあそれは運営だろうが、まあそうだね、ゲームに携わる仕事、要するにこの人間関係でやっていきたいってことだね、要するに。そうこの業界ってのはそういうことだからね。そういうことですね。でやっていきたいと思ってますね。まあどうなるかは分かんない。そう、まあそればっかりはね分かんないけど。皆さん結構企画したりはしてるじゃないですか、現時点で。その例えば獣道でやったりとか、他のそれが運営してるってことですよね。でもそれも結局まあ運営と言われれば運営なんですけど、なんか俺の中で運営ってなんかこう継続力のあるなんかなんかこうイメージがあるんですよ。で俺のはなんか突発的なイベントっつうか、だから運営っていう気持ちはないし、多分苦手。プレイヤーじゃない状態であれはできない。いやできると思いますよ。できると思いますし、じゃあプレイヤーじゃなくなった時にいざね、例えばじゃあ体がどうなったとかっていうことで、じゃあプレイヤー絶対無理ですってなった時に、ああいうイベントは企画したいなとは思いますけどね。いやなんかその1回目はでもまあそうですね、なんか一応自分もやったから面白がってんの許してねっていうのはちょっとあるんですよ。あれ絶対きついんですよ、やる方。だからなんか俺もやったから
みたいな、一応なんかそこでそれは現役じゃないとできないことじゃないですか。現役すぎちゃったらそのきつさを分かってるけど人にやらせてばっかって話になっちゃうんで、まあれは過酷だろうね。あ過酷よ、ねえ、過酷。うんやりたくないでしょだって。やりたくないよ。やりたくないよね。そうなんだよ。やりたくないんだよな普通は。10年後は考えてないけど、まあ、1秒でも長くプレイヤーでいたいな。そうですね。っていうのはそれは多分自分の人間性に自信がないんですよ。人間性っていうか、例えばボンだったら仕事きっちりとか、そのなんかある程度その社会の中での常識にと自分の信念にそんなズレを感じてないと思うんですよ。自分が正しいと思ってることと社会ってものがぐるっと丸があった時に、ボンの信念は社会と結構こう重なる部分があるっていうか、だからいいと思うんですけど、俺かなりその社会のこの丸にちょっとしかかすってないと思うんですよ。だからゲームがなくなった時に怖いんですよ。実際そういう時期があったから、その人生の中でなんなんこいつっていう、その要するにゲームがうまいってことを世間が知らない状態で見ると、なんなんだこのゴミはっていう扱いを実際受けてきてるから、だからやっぱりそのゲーマー界隈は俺のことをプレイヤーとして知ってるから、もしかしたら現役すぎてもそういう扱いあんないかもしれないけど、プレイヤーでいないとやばい舐められるっていうなんかこう恐怖があって、だからこの業界にいる時はプレイヤーでいたいっていうのはそういうこと。怖い、ああ、なるほどね。そのだって実際さ、お前もそのなんとかさん、その現役もじゃない人もさその負けないからちょっとお前もだってその直対で負けてないからやっぱその態度なわけじゃん。態度っていうか、そのでも直対で負けてなかったっけ？いやスト4とかは勝つじゃん。いやうろ覚えっすよ。だからもうそういうレベルですよ別に。まあそのキャラとかもあったけど、はいはいまあスト5も勝ってるかもしれないけど、でもその要は彼が一番強いゲームとかでも負けてたらやっぱそういう態度にならないと。態度っていうかちょっと待ってよ。態度っていうかどんな態度取ってんの俺は。まあちょいやなってない下り坂下り道せんなってません。全然なってないなんかね、だからそれを俺怖いですよ。だから見ててあんなに勝って周りを力で黙らせてたラオウがこんな扱いを受けるかっていうので、やっぱり勝負の世界っていうのはもう勝たなかったらもうどんな扱いされても文句言えないですから、だからプレイヤーでいたいなっていうのはそういうことですよね。ああそういうことなんだね。そうそう、なるほど。怖い、邪険にされるのは怖い。はいはい。だからプレイヤーでいたいっていう、まあ勝ってればね。勝ってれば別になんか多少のことは許されるじゃん。ある程度のね、そういう世界だから。確かにそうだよね。っていうことです。いけるとは思ってますけどね。いや結局でも俺はもうジャンルは正直そんなに新しいジャンルってきつくないですか？格ゲーじゃなくても、例えばじゃあ LOL とか今だとねフォートナイトとか、いやすげえ面白そうだなと思うんですよ。いいゲームだな、最先端のゲームだなって思うけど、でもジャンルそのものはどんどん消費されていくじゃないですか。このジャンル面白いっていうのは多分どのゲームも遅かれ早かれなくなるってなるとプレイヤーしかないじゃん、それは多分昔から言ってることで、だから格ゲー業界がいけるかどうかは多分どんなプレイヤーが残るかっつうか、これからどんなプレイヤーが出てきて今いるプレイヤーがどんだけこう、例えば時々って最初からちょっと面白いやつだったし、面白いっていうのはそのへんてこりんのやつだったからだし、その真面目さもあったけど、今ってその世間に与えるその印象ってさらに強くなってるじゃないですか。真面目さとかそのなんかちょっと変わった人っていうのとか、要するにだから、昔よりも魅力的になってるわけですよ、世間で見た時に。だから人間っていうのはその人間っていうかその e スポーツの業界に入ってきて今はパッとしないけど5年後10年後すごい魅力的になるってことがあり得るわけですよね。その前例をもともと人気あったけどその前例を作ったのがトゲだと思うんですよ。だからやっぱこう格ゲーってジャンルっていうよりかは、俺もああいうふうにちょっと、別に時々真似しようってわけじゃないんだけど、ああいうふうになりたいなみたいな感じでこうただねゲームがうまけりゃいいみたいな
のはさすがに俺は甘えでしょっていうか、っていうのはそのもちろん俺たちはゲームで競うべきなんだけど、ゲームがうまければいいっていうのはそのね競技者ぶるんだったらもっと厳しい世界じゃあ行けよって俺は思っちゃうんですよ。例えばじゃあそのじゃあ例えばそのボードゲームでいいや将棋とかわかんないですよ、囲碁とか何でもいいですよ。例えばじゃあもっとスポーツの世界だったらいろいろあるじゃないですか。でお前っていうかまあ俺も含めてですけど、好きなことをやってその世間から認められないとかそういうニッチなところに行ったっていうのも込みで注目してもらってるから、そこで急に競技者ぶるというか、いやいや競技として真っ向から競技として起きたわけじゃないよねって。だからやっぱりそういう花からすごい厳しい世界で競争の世界で生きていこうとしてたやつが競技がすごければいいでしょっていうんだったら俺納得なんだけど、どっかちょっとこうなんていうの気がついたらあれ俺ってこの業界で競技者として扱われるんじゃねっていう気持ちを持っていると思うんですよ。全員が全員じゃないと思いますよ。でもそういうやつが多いと思うから、そこでゲームうまければいいでしょっていうのは俺はちょっと都合がいいなって思っちゃう。もしそういう世界花からその実力一本でいきたいんだったら子供の頃から野球やれよサッカーやれよって思っちゃうから、やっぱトータルで見て、そういう変な生き方そういう変なこだわりが面白いなっていうところで評価してもらってるんだから、プレーを磨くのは当たり前で、プラスその自分のなんでゲームなのかっていうところの教示っていうかそういうのをアピールしていけないと、まあ勝手だけどね、どう取り組もうと勝手だけどその先にはいけないんじゃないのっていうか、それは当たり前だよって、それでプレーだけが評価されないのおかしいっていうのはわがままだよねって俺は思っちゃいますね。だから格ゲーっていうジャンルがいけるかどうかはそのことをみんなが自覚して、いやゲームやってるだけじゃダメなんだなって、いうふうに思わないとなんかこう安心できないなと思いますね。まあでもそう今そのゲームでだけやってればいいって思ってる人間はさすがにもうほぼいないだろうけどね。そのプロゲーマーで、じゃあ俺らの格ゲーっていうジャンルでやってる人間だったらやっぱその外に発信していく能力の大事さっていうのはもう明らか誰がどう見ても必須なものじゃない。要は今だとね去年だけで見てもメディアに出る回数ってさ、もうプレイヤーも増えてるし、でそこで聞かれて答える力とか何を話せるかっていうのはもう映るわけだから、テレビとかに。だからその評価がそのまんま世間の見た目になるわけだから。いや俺結構いると思うんだけどね。いまだに俺は正直合わせてはいるけど納得いかないなって思ってそうだなっていう感じ。いや3年前くらいだったらまだわかるわ。いやもう3年くらい前から、ね、もちろんみんな意識してる人はしてたし、まあそうなる時期はすぐ来てるよってなってたと思うんだけど、さすがに今だったらもうわかるでしょってとこまで来てると思うけどね。いやだから多分そう思ってる人は出てない人なわけじゃない、メディアにね。メディアに出てる人間は 100% わかるじゃん。まあてかそこが一応目についたわけだからね、周りに。そうでまあなんだろう、そのゲームの結果だけで要はご飯が食べられればいい、そうあるべき、っていう思考の人間はまあ生き残れないですよ、残念ながら。いや本当に結果だけをずっと残せるんだったらいいだろうけどね、ただやっぱさすがにそんな甘くない世界だとも思ってるから、まあルールもあるしな。そうだね。なんか毎年全員で100先ぐらいやりますってなったらかなりの信頼できる数字は出てくると思うけど、これで勝ったやつはさすがに今年のもう問答無用でいいんじゃねえのって思うかもしれないけど、しかもその人間が勝てなくなった時のやばさ震えるよね。てかその怖くなんないのかな、自信があるのかな。そんな要は発信していく力を身につけないわけでしょ、その人は。その自分が勝てなくなったらじゃあやめるだけですっていう
感じなのかな、その認識としては。だと思うよ。じゃあもういつでもプロゲーマーやめますよって思ってるってことだよね、それは逆に言うと。っていうふうに思ってると。はいはいはい。いざそうなった時にそうするかどうかは別にして俺はそれでいいんだよって思ってそうだし、なんかその気持ちは分かる。俺は麻雀時代に別にじゃあこの世界で通じなかったら別にいいじゃん、もう垂れ死にでいいじゃんって本当に思ってたから、でも今考えるといざそうなったらそうはできなかったなって今なら言える。でもやってる最中はそれぐらいの気持ちでやる。別に勝てなくて食えないのはもういいじゃんみたいな。まあ、他のゲームの方がやっぱ動いてるお金も大きいから、その e スポーツっていうジャンルで見られた時に扱いを大きく受けるのはそれはね賞金の高い方だろうから。新ジャンルの e スポーツは一攫千金は取れるけど仕事になるのかなっていうのは思うんですけどね、逆にね。なんか一瞬で億稼ぎましたっていうことはできるだろうけど、なんかこうじゃあ10年続けましたっていうのは難しそうだなっていう。いいことか悪いことか分かんないですけど、やっぱノウハウが結構生きるから、だから格ゲー強いやつは結構やっぱずっと残っていってるような気がしますけどね。昔からそれはまあそのメーカーが少ないっていうのもあるかもしれないです。今だってカプコンとアークとみたいな、その限られたメーカーが出すゲームのでもうその会社が出すゲームの特徴って決まっちゃってるから、カプコンのゲームってことはこういうふうにすれば勝てるのかなみたいなのがあるから、だから本当は吸収力とかいろいろ落ちてるのかもしれないけど、勝てちゃいますよね。勝てちゃうっていうか、そのおっさんなのにおっさんなのにっていうか普通の世界そうなんだけど、経験がやたら生きる、あまりにも経験が生きるっていうか強いっていう。